こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今でこそこういう発信をしている私ですが、実は3年くらい前までは誰もが認める散財タイプの人間でした。家は使わない雑貨であふれていたし、クローゼットもぐっちゃぐちゃ。もうこれは性格の問題だからしょうがないって開き直っていたんですが、それでも心のどこかで引っかかっていることがありました。物欲に振り回される自分嫌だなとか、もっと物を大切にできるようになりたいなとか。ですが結局物欲を抑えることも買い物を我慢することもできず、ずるずる時は過ぎていく。そんな私が今では物欲をコントロールできるようになってきた。不要なものを増やさなくなってきた。我慢はしてないんです。コツをつかんだだけです。今日はそんな買い物のコツ、買わないものを5つとマイルールについてご紹介してみたいと思います。私が買わないもの1つ目、行き当たりばったりのもの。今日は買わない、見るだけ。そんな風に自分と約束して出かけるウィンドウショッピング。30分足らずで約束はなかったことになります。これいいね、運命の出会いだってお持ち帰りするんですが、しばらくしてみると、あれ、なんか変。なんでこれ買ったんだろう。急に変な汗をかき始める。ですが今では行き当たりばったりのものを買わなくなった。というより行き当たりばったりで買いたくない、そう思うようになったんです。私を変えた方法はこれでした。順番を入れ替えてみる。お店に行く、考える、買う。当たり前だと思っていたこの流れをガラリと変えてみた。考える、お店に行く、買う。たったこれだけのことなんですが、衝動買いは減りますし、この考える過程が思いのほか楽しくて、新しい買い物の仕方を覚えたという感激すらありました。例えば洋服だったら、お店に行く前にこう考えます。今ある服と合わせやすい形ってどんなものかな、どんな色、どんな素材かなってイラストで説明できるくらいはっきりとしたイメージを持つこと。この色、この形、この素材、欲しいものがはっきりしているので、お店に行った時にその場の雰囲気とかその場のときめきに流されなくなった。何より良かったことは、前より買い物が楽しくなったことです。どんどん詳しくなっていくんですよね。素材がどうとか、ブランドのコンセプトがどうとか、値が張るものはリセールバリューも調べたりします。少しずつ見る目が養われてきて、自分の中で何かが積み上がってる、そんな感覚があります。そして買い物を我慢しているっていう感覚がないのもいいんですよね。ただただ本当に欲しいものをじっくり選んでいるだけ。我慢してないのに衝動買いも買い物の後悔も減っていきました。今までは行き当たりばったりが楽しいんじゃんって思っていましたが、今はこう思います。行き当たりばったりで買うなんてもったいない。私が買わないもの2つ目、手元に残るご褒美。今日は頑張ったからご褒美買っちゃおうかなって、そんな風に思う日ありますよね。小さな炎みたいに湧き上がってくる物欲。もう何も買わずには帰れない私です。皆さんにもそういう日ってあったりするのでしょうか。こんな時、私は無理に我慢はしません。
ですが、一つマイルールを設けています。手元に残るものは買わないこと。事前にご褒美のプランが決まっていればいいんですが、私のご褒美欲9割は突発的。こういう時って物が欲しいというよりも、非日常にワクワクしたいとか、気持ち的な満足感が欲しいだけということが多かったりする。その分冷静でない場合も多いので、手元に残るものではなくて消えてなくなるものがいい。そうすれば家に不要なものを増やさなくて済みます。最近のお気に入りはこれ、珍しい野菜。普段買わないような野菜を買って自分のために調理します。野菜一つで新しい体験を得られますし、何より自分のために手を動かす時間そのものに充実感を感じられる。食べ物以外だったら使い切りのフェイスパックとか入浴剤もお気に入りです。突発的で回避しがたい物欲は、炎が小さいうちに鎮火してしまうこと。ワンコインで十分。手元に残らず心を満たせるもので自分をちゃんと満たしていく。時にはそんな風に手綱を緩めることも大切なんじゃないかなと思っています。私が買わないもの3つ目、なんとかなるもの。日用品を使い切った時、何か物が壊れた時、代わりを探さなきゃって新しいものを買いに行く。これってとっても普通の流れだと思うんですが、ここにワンステップ入れる。これがマイルールです。それって本当に必要？買わずになんとかならないものか、実は何かで対応できないか、まっさらな気持ちで買う前に立ち止まってみる。このワンステップを取り入れてみたら、家からどんどん物が減り、空間がすっきりしていきました。例えばコーヒーサーバー、うっかり割ってしまったので買い足さなきゃって思っていたんですが、ここでワンステップです。本当に必要かなって立ち止まってみた。そうしたら目に入ってきたものがありました。紅茶用のこのポットです。使ってみたらジャストフィット。思いもよらぬ発見でした。このワンステップのおかげで図書館を利用するということを覚えました。図書館って古い本しかないって思っていたんですが、そんなこともないんですよね。新作でもお願いすれば取り寄せてくれる。到着を待つ時間もワクワク楽しかったりします。ワンインワンアウトという言葉を耳にしますが、我が家の場合はゼロインワンアウトが多いです。本当に必要の問いは決して我慢を強いる問いではありません。もっと暮らしをクリエイティブに面白がるための問い。当たり前の毎日に新しい風をもたらしてくれる問い、そう感じています。私が買わないもの4つ目、これでいいやのもの。これからの年末といえば、ボーナスにクリスマス、仕事納め、イベント尽くしですよね。そこに合わせてまるでお祭りみたいにセールの4文字があふれていく。ひとたびこの4文字が目に入ってしまったら、肩をブンブン、指をボキボキ鳴らしている自分がいる。今だけの限定品、これも同じです。買わないと損をするかもって、そういう焦燥感を感じた時にやること。心を静めるマイルール。心の中でこう唱えます。100点しか買わない。これ私には効果てきめんでした。セール品のワゴンの前で
立ち止まらなくなったんです。100点かそうでないかってパッと見れば案外わかるもので、100点はないって分かったらそこにいる理由がなくなります。セール、限定品、甘い言葉につられていまいちのものを買わなくなった。扉が閉まらなくなるほどぎゅうぎゅうに詰まったクローゼットが今ではガランガランです。その代わり少数精鋭、とっておきしかありません。100個のいまいちよりたった一つのとっておき、この方が私はずっと幸せです。もうこの旨味を知ってしまったらセールに翻弄されることも、これでいいやを選ぶこともなくなっていました。私が買わないもの5つ目、変化を楽しめないもの。ものは買った時が一番美しい、そう思っていました。新品の時が最高、そこからは劣化していくだけですが、物を減らし一つのものを大切に長く使う、そんな習慣ができてきてから気づいたことがあります。使い込むほどに味わいが増していくものがある。使い込むほどに美しく感じられるものがある。すぐなくなってしまうような消耗品は気にしないんですが、長く使うインテリアとか日用品、こんな風に考えます。10年後も大切にできるだろうか。例えばこのステンレスのお玉、買った時はピカピカだったんです。それはもう顔が映るくらい。今は小さな傷がついて全体的に曇ってしまった。ですが私は今の姿の方がずっと気に入ってるんですよね。この表面に刻まれた小傷がなんというか大木に刻まれた年輪みたいで、その美しさにハッとすることがあります。逆にがっかりしてしまったものもあります。プラスチックの保存容器、匂いがついて取れなくなってしまったり変形してしまったり、うっかりが多い私には上手に使いこなせなかった。そして使い古した姿にげんなりしてしまうことも多かったんですよね。どうせなら手に取るたびに嬉しくなるもの、使うたびにありがとうって言いたくなるものがいい。そういったものと暮らしを共にできると、すぐに買い替えようとか新しいものを増やそうなんて思わなくなってくる。ここで私がよく使う裏技のご紹介です。買いたい家具があるときによくやることなんですが、フリマアプリで同じ商品を探してみる。検索してみると使い古された状態の全く同じ商品が出品されていることあったりします。どんな風に劣化していくのか、どんな傷跡ができるのか、歪みの状態とか質感の変化、写真で見れるのでイメージがしやすいです。使い込まれたその姿を見て、いい味出てるじゃんって思えたら買い出し、なんか汚い、そう感じたら買わない、一つの指標になっています。皆様は長く一緒に年を重ねてきたもの、使うほどに愛着が深まっているものおありでしょうか。ぜひ皆様のお気に入りも教えてください。物欲が抑えられないのは意志が弱いからでしょうか。我慢が足りないからでしょうか。物欲は悪者ではない。根性でどうにかするものでもない。私はそう思います。湧き上がった物欲は遠ざけるのではなくて、むしろもっと近づいてじーって覗き込んでみる。そこにあるのは本当の本当に欲しいもの、本当の本当に大切にしたい価値観。
自分を見つけるヒントが見つかるはずです。だからこそ上手に付き合って自分を知ること、物欲を洗練させていくこと。時間はかかりそうですが、買い物上手になる鍵はそこに隠されているような気がしています。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。